ロです。カラーガードです。真中真ひなです。トランペットです。千葉県から通ってます。電車で東京駅まで行って、東京駅から浜松まで新幹線で、そこから送ってもらってます。交通費は春休みに貯めました。メガネが佐藤ひろむです。パートはスネアを今回やりたいと思ってます。今29です。そうですね、去年はオーディションにちょっと合格できなかったんですけど、今年どうしてもちょっとバッテリーをやりたくて1年間練習してました。やっぱ一番はフォーカスが本当にかっこいい団体だなって思ってて、自分もそれに入りたいと思ったのと、マーチング関係の仕事をしているので、実際に自分もプレイヤーになっていろいろ勉強したいと思ってます。きっかけは駅前のプロムナードコンサートです。フォーカスの演技を見た次の日に憧れてマーチングのスティックをお店に買いに行きました。で、練習してたんですけど、そのレギュラーグリップが難しすぎて何回か諦めたりしてる中、またフォーカスの動画が SNS で流れてきて、ちょっと今年挑戦してみようかなと思ったのが去年の春ですね。レギュラーグリップが本当に難しすぎて、青春をマーチングに燃やしてきた人と一緒にプレーするのはめっちゃ練習しないといけないなと感じてます。フォーカスっていうチームは自分から作っていかないと面白くないし、自分から作っていく人たちが集まると面白くなるから、待ってたら面白くないですよ。多いでしょそういうの。いやーぶっさいぶっさい。もう一回いきます。はい、もう一回いきます。せーの一人で喜んだら面白くないじゃん。こうやれば誰か巻き込むでと、巻き込めなさいって。ダメもう俺ジメジメしてる。ジメジメして真面目にジメジメしちゃダメですよ。真面目にチャラチャラしなきゃダメ。やるときはやる、楽しむときは楽しむ、ね、楽しみ方が下手くそな、ね、ちゃんと真面目に喜びなさいよ。もう一回こういうのは真面目。なんでかっていうと、自分が喜んだときに来てくれたら嬉しいんですよ。嬉しいでしょ。だから嬉しいを拡大した方がいい。で、なんで俺そういうこと言うかっていうとね、フォーカスがあって皆さんがフォーカスになっていくんだから、こういう楽しみ方を知ってなきゃいけないし、やっていかないと面白くないのよ。せっかく貴重な時間を使って、せっかく貴重な楽しみの時間をこうやってみんなで作ってるんだから、もっと拡大した方がいい。それをもっと素でやっていきましょうよってやってるんだから、ではこうやってどんどん巻き込んでくださいね。はい、では行きましょう。チームビルディング力の凄さをすごい感じました。どんどんチームがまとまっていくのを肌で感じることができました。いや、もう自分は本当にすぐ硬くなっちゃうんで、もっとみんなと仲良くなれるようにフランクになりたいと思います。フォーカスは最初はなんか本当にガチガチな人たちがいる厳しい団体なのかなと思ってたんですけど、入って体験してみたら全然そんな感じじゃなくて、なんかもう騒がしい、楽しい、めっちゃ楽しすぎるチームだなって思いました。YouTube でいろんな団体を見て、いろんな団体全部かっこいいなと思ったんですけど、フォーカスだけはなぜか入りたいなっていう気持ちになって、なんか楽しそうだなみたいな。はい、よろしくお願いします。マーチングやったことある人？初めて。聞く方向間違えたね。マーチングやったことない人？ようこそカラーズ3の世界へ。春祭りはもう本当に頭がパンクしました。新しい譜面を覚えつつ、動きも覚えつつだったので、でもすごい楽しめました。今日はこれがスタンダードなんだって今日は思って頑張りました。めっちゃ楽しかったです。なんか最後のイメージドリルやった時に、
振り付け教えてもらったんですけど、最初はできなくって、でも最後のイメージドリルの時に成功させることができて、一緒に喜んでくれたのが本当に嬉しかったです。私も一緒でイメージドリル初めてやってどんどん変わっていったり、自由に動いてって言った時にどう動けばいいんだろうみたいな困惑してたんですけど、みんなでやって楽しかったです。一番実現したいのが全国大会のフロアでプレーすることなので、それが叶うようにもう全力でシーズンを過ごしたいなと思ってます。まだ体験来て5回目なんですけど、話したことがない人とかとも一緒に話してリクリエーション参加することができて、そういうところも嬉しかったなと思ったし、楽しかったなと思いました。カラーズ1の全国大会の YouTube を見て入りたいなって思って、そこからずっと入りたいって思い続けてきて、ようやく入れたので、憧れの場所で憧れの団体にやっと入ることができて、とても嬉しいので、自分も憧れられるような存在になりたいです。私はフォーカスに入って、自分が端でも真ん中でも輝けるような楽しいシーズンにしたいなって思ってます。フォーカスで一緒にマーチングしましょう。待ってます。フォーカスがあってあなたがいるんじゃなくて、あなたがフォーカスだと思うし、フォーカスの一部だと思うんですよね。なので今日来た、ね、なんとなく楽しかっただけじゃなくて、今度は自分から動いていくといいですよ。全然変わってくる。やっぱり自分から参加して得る楽しさと、もらって感じる楽しさって全く違うと思うんだよね。お祭りでも一緒じゃないですか。やっぱり中に入って自分でみこし担ぐのかね、みこしをどうぞって言って担がせてもらうのか全然違うでしょ。ね、大変なことはある。当たり前だけど、だからギャップの大きさが自分の楽しさにつながってくると思うんですよね。きっと皆さんはね日頃のことで精一杯やとか大変なことあると思うんだけど、後で見直した時に意外となんてことなかったなって思うこともきっとあると思うんですよ。大体ね、大変な時って大変ですその時ですよね。大変な時で大変、ちょっと経った時に初めてこうだったなああだったなって見えるもんだから、そこはね少しね頭の中でも考えてた方がいいよ。今大変だからその時期が来たなって思えばいい。俺はだいたい3年、俺の場合は3年大変だったら4年目には落ち着いてるとか自分の中であるのよ。3ヶ月頑張ったら大体ゆとりが出てくるとか、ね、そういう感じで自分であと2ヶ月だなって決めておくと意外と乗り越えてることって多い。あと最後にね、自分の言葉をすごく大事にするといいですよ。あなたが放っている言葉が今度返ってくるだろうから、ね、こうやってチームでやっていく時ってその小さい言葉ってすごく変わってくる。ね、なんとかって言っても最後にありがとうって一言言うだけで変わる。ね、ぜひぜひ最後なんかありがとうって言ってみてください。あなたの知らないところであなたのためにあなたのことを思って動いてる人必ずいるから。忘れちゃダメだよ。こういう活動もそうだよ、ね、そういう気持ちが今度集まっててもフォーカスをもっともっと良くしていく。であなたがフォーカスだからそれをやっていけばいい。そうするとチームで絶対良くなっていくよ、ね、あなたがかっこよくなればフォーカスはかっこよくなる、ね、あなたの考える一番いいあなたをここで出していけばいいんじゃないかな、ね、春祭り終わってるよ春祭り、はい、楽しかったですね。はい、お疲れ様でした。はい、ハイタッチ。